反骨精神の象徴だったはずのパンクバンドが気づけば缶コーヒーやインターネット回線の CM ソングになっている。これって一体どういうことなんでしょうか。今回は日本の伝説的バンドザ・ブルーハーツに起きたこのなんとも不思議な逆転劇を解き明かしていきたいと思います。彼らの魂の叫びはなぜ、そしてどのようにして企業にとって使えるブランドになったのか、その驚くべき奇跡を一緒にたどっていきましょう。さて、この壮大な物語を解き明かすために、まずは彼らの原点である脱出のサウンドから始めます。そしてその思想がどうやって感情の哲学へと深まっていったのか、次にバンド解散後に起きた反逆を売るというちょっと皮肉な現象を分析して、最終的には彼らの音楽が日本の感情のインフラとまで呼ばれるようになった理由、その核心に迫っていきます。では早速セクション1、パンクから商品へ。この話の中心には一つの大きな矛盾があります。彼らの音楽がもともと持っていた意味と後から社会によって与えられた意味との間にあるとてつもないギャップです。まずはその原点をじっくり見ていきましょう。まずこの歌詞聞いたことありますよね。見えない自由が欲しくて見えない銃を撃ちまくる。いやー、このトレインの一節は当時の若者が抱えていた言葉にならない反体制的な不安、目に見えない何かに対する抑圧感とその叫びを見事に捉えていました。ところがですよ、まさにこの魂の反逆を歌った曲が何年も後に高速インターネットの CM に使われることになるんです。一体なぜこんなことが起きたのか、この大きななぜこそが今回の話全体の出発点になります。セクション2、脱出のサウンド、トレイン。この謎を解くためにはちょっと時代を遡る必要があります。この曲が生まれた1980年代の後半、まだインターネットなんて影も形もなくてテレビが文化のど真ん中にあったあの時代です。トレインがもう国民的な歌になった直接のきっかけはテレビドラマハイスクール落語楼でした。当時のテレビってまだブラウン管で音声もモノラル。でもそのザラッとした画質とスピーカーから荒々しく流れるサウンドこそがドラマで描かれる若者たちの不満とか焦燥感となんて言うんですかね、完璧にシンクロしたわけです。この曲の切迫感が全国のお茶の間に届けられました。しかも歌詞がまた絶妙なんですよ。ここは天国じゃないんだ。かといって地獄でもない。完璧な理想郷を歌うわけじゃない。かといってただ絶望するだけでもない。この何とも言えない灰色の現実感。これこそが多くの若者にとってこれは俺たちのことだって思わせる強烈なリアリティを持っていたんですよね。この歌詞をもう一歩深く分析してみると彼らの思想が見えてきますよね。単に良い悪いの二元論じゃないんです。天国でも地獄でもないという複雑な現実をまず受け入れた上で求めるのは見えない自由。これは制度とか権利とかじゃなくてもっと魂のレベルでの解放なんです。だからこそ目的地がなくてもとにかく走り続けるという行為そのものが重要になる。社会への反抗という枠を超えたもっと根源的な問いかけだったわけです。トレインで社会からの脱出を謳った彼らですが、そのメッセージは少しずつ変化していきます。外の世界から今度は自分たちの内側へ、その探求の始まりです。このフレーズすごいですよね。なるべく小さな幸せとなるべく小さな不幸せ、なるべくいっぱい集めよう。当時はバブル経済の真っ只中で大きいことはいいことだっていう空気が社会を覆っていた。それに対して人生の本当の豊かさっていうのはそういうものじゃなくて日々のささやかな感情の積み重ねの中にあるんじゃないかと。これはもう時代の価値観への明確なカウンターでした。つまりここが非常に重要なポイントなんですけど、彼らが戦う場所が社会っていう外側から自分自身の心の内側へと移ったんですね。トレインが外部への脱出だとしたら今度は内面への探求がテーマになる。この転換があったからこそ彼らの音楽は時代や世代を超えて普遍的な力を持つようになったんだと僕は思います。そしてこの一節にたどり着くわけです。答えはきっと奥の方、心のずっと奥の方。つまり本当の情熱、本当の理解っていうのは誰かに与えられるものじゃなくて自分の心の中を深く掘っていかないと見つからないんだと。戦いの主戦場を完全に内面へと再定義したんですね。さてバンドは解散します。すると本当に不思議なことが起きるんです。
かつては体制に牙を向くカウンターカルチャーの象徴だった彼らの音楽が、なんと今度は日本の大企業にとってものすごく価値のある資源、まあ言ってみれば商品になっていくんですね。この表を見ると、その意味の書き換えがいかに行われたか一目瞭然ですよね。トレインの疾走感はインターネットの通信速度に、情熱のバラが持つ生命力は栄養ドリンクの効能に、そして1000と1のバイオリンの壮大なスケール感は日々の仕事を乗り越えるための応援歌へと見事に変換された。もともとあった反骨のメッセージはきれいに消されて、感情に訴えかける部分だけがうまく利用されているんです。じゃあ、なんでそんなことが可能だったのかって話なんですけど、それはもう彼らの作るメロディーと歌詞が呼び起こす感情がとてつもなく強力だったからなんですね。だから広告を作る側はパンクっていう過激なサウンドの服を脱がせて、その中にあるメロディーとテーマっていうスの部分だけを自分たちの商品イメージに合わせることができたんです。この多様と性を最もよく表しているのがキスしてほしいという曲でしょう。これすごいですよ。同じ曲なのに、一方ではプレイステーション2の CM でゲームの衝動的で攻撃的なスリルを表現し、もう一方では花王の洗剤の CM で洗濯物の清潔さとかピュアな感じを出すために使われている。衝動と純粋さ、この真逆のイメージをたった一曲で担当ってしまっているわけです。さて、最後のセクションです。ではなぜたった一つのバンドの音楽がこんなにも大規模に、そして多様な形で消費されるようになったのか。この現象の背後には、実は日本の文化における音楽のちょっと特殊な役割が見えてきます。メディアの研究者たちの間では、ザ・ブルーハーツの音楽が日本における一種の感情のインフラになったなんて言われたりします。インフラってまあ水道とか電気みたいな社会基盤のことですけど、それと同じように彼らの音楽が日本人が何か感情を表現したい時の共通の道具とか言語になったっていうことなんですね。じゃあどうやってインフラになったのか。そのプロセスは大きく3つのステップで説明できます。まず CM での反復。テレビから繰り返し流れることで曲は日常の風景の一部になりました。次にデジタルでの断片化。特に携帯電話の着メロは決定的でしたね。サビの数秒だけが切り取られ、個人のテクノロジーに深く埋め込まれた。そして根底にあるのが民謡のように誰でも口ずさみやすい圧倒的なメロディーの力です。この力があらゆる文脈への応用を可能にしたんです。ここで一番肝心なのは、彼らの曲がノスタルジアとか希望とかエネルギーといった感情へのショートカットになったという点です。彼らをパンクバンドとして全く知らない世代でさえも、そのメロディーを聴けば国全体が同じような感情を共有できる、そういう共通の参照点になったわけです。この物語は最後に私たちに一つの問いを突きつけます。ある曲がみんなのものになった時、それって本当は一体誰のものなんでしょうか。反逆の歌が社会に浸透することで、その鋭いメッセージはより多くの人に届くのか、それともただ骨抜きにされてしまうのか。これは簡単には答えが出ない問いかもしれませんね。今回の解説は以上です。ご視聴ありがとうございました。